まあ夏といえば麺料理だよね。散々リクエスト来てたんで、ダイエット中だがそろそろやりますわ。今日作る麺は夏らしく清涼感のある冷やし麺。さらに不足しがちなタンパク質も摂取できる。というわけで使う物はこいつらだ。豚ミンチは後ほどそぼろを作るときに使うんで、今は冷蔵庫で冷やしておく。最悪そぼろは豚ミンチだけあればいいんだけども、少し具材を足してアクセントを足しておこう。椎茸で食感と旨味を足す。これは業務スーパーに売っている冷凍椎茸。こいつを刻んでいくが、取り出したばかりだとカチコチで刻めないんで、一旦レンチン 600W を3、40秒。こいつを3位の目切りにする。この冷凍椎茸、なかなか利便性がいい。椎茸はあまり物持ちも良くないし、こうやって1、2個だけ欲しいときは非常に便利だ。さらにキノコは冷凍すると細胞が壊れ、旨味が流出しやすくなる。キノコに関しては冷凍保存はメリットが多い。そしてさらにアクセントとなる食材を追加していく。ザーサイ。こいつでさらなる味のアクセントを。だいたい 20g ほど。こいつをまた粗めに刻んでおく。もしザーサイがない場合は高菜でも代用可能だ。さらに香味野菜を刻んでいく。さらに香味野菜、ニンニクを一かけ。こいつはみじん切りにしていく。生姜もみじん切りに。分量はニンニクと同じぐらい。最後にトッピング用のネギを刻んでおく。食材のカットはこれで終わりだ。あとは簡単な即席つゆでも作っておこう。めんつゆ。今使ってるのは濃縮3倍タイプだ。こいつを大さじ1。水大さじ2を入れてストレートに薄めておく。めんつゆだけでもいいが、夏らしく少し酸味を追加したい。というわけでこいつを追加する。ポン酢醤油だ。これは俺のお気に入り、馬路村のポン酢。こいつを大さじ半。ほんで砂糖小さじ半。もっと甘くしたい、もしくは酸味をまろやかにしたい場合は小さじ1ほど入れてもいい。混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜりーの。というわけで仕込みは以上だ。これから肉そぼろを作っていくわけだが、先に麺を茹でる用のお湯を準備しておくと効率がいい。 OK だ。油を大さじ1ほど入れて、最初まずはニンニクと生姜を弱火で炒めていく。焦げないようにじっくりと香りを引き出すんや。香りが立ってきたら、こいつらが焦げる前に豚ひき肉を投入。分量は 100g ほど。今回は1人前だが、肉そぼろは余裕がある時に大量に作っておくと色々使えて便利だ。この時期だと生ピーマンにのせて食ったり、もはや米にのせるだけでうまい。肉を入れたら火力を強め、肉の色が白くなるまでしっかり炒めていく。これぐらいしっかり炒めると肉の脂が大量に出てくるはずだ。今日は冷やし麺でさっぱりいきたいんで、この油はさすがに取り除いておいた方がいいだろう。油が冷えるとギトギトして美味しくないんでね。この油はしっかりキッチンペーパーに吸わせていく。そしたら残っているザーサイ、キノコを追加。こいつらはささっと絡める程度で OK だ。そしたら味付けに入る和風の黄金比。
砂糖小さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1で、みりん大さじ1と、中の水分が出きった豚ミンチにこれらの調味料を吸わせていくイメージで炒めていく。吸収完了。水分量がこれぐらいになれば OK だ。そしたらとどめの山椒を投入。ここはもう好きなだけ入れちまいな。さっと絡めたら火を止めて、このそぼろはバットに移しておく。バットに入れたそぼろはまんべんなく広げて、今回は短時間で冷やしたいので冷凍庫にぶち込んでおく。熱伝導性のいいアルミバットに広げて冷凍庫にぶち込んでおけば、麺を茹でる短時間の間でも十分冷えるはずだ。そしたら先ほど沸かしたお湯でそばを茹でていく。今日のそばは2八でいく。たっぷりめのお湯で麺が踊るような湯加減で表記時間通りに茹でていく。茹で上がったらざるに取り、流水でぬめりを落とす。ぬめりが取れたらキンキンに冷えた氷水にぶち込んで締める。麺がしっかり冷えたら取り出してよーく水を切る。こうやって絞るように。水切りが甘いとビチャビチャになって美味しくないんで、しっかり切るように。よく水気を切った麺を器に盛ったら、冷やしておいたそぼろを上からかけて、そしてこの上にラー油をたっぷり回しかける。使うラー油はもちろん最近お気に入り、京都山田のごまラー油だ。ぶっちゃけこれかけときゃ大抵お店クオリティになっちまう。さらにそこに追い山椒を決め込む。親の敵と言わんばかりにたっぷりかけちゃう。今日はこの粉で飛びたいんや。そして仕上げに刻みネギをトッピング。もし好きならパクチーなんか乗せればもっとエスニックになる。俺は無理だ。というわけで冷やし山椒そば、冷やし山椒そばの完成だ。まずはつゆをかけずにそぼろとそばだけをしっかり混ぜていただいていきましょうかね。ただならぬうまさ。肉もそばも十分冷えており、ずるずる飲める。肉の方はオーソドックスな甘辛の味付けだが、そこにたっぷりの山椒で清涼感を出し、さらにラー油が夏にへばった胃袋を刺激し、食欲が倍増する。そぼろの中に潜む椎茸とザーサイの名脇役たち。こいつらもいい味の食感とアクセントになり、味が複雑化してうまい。これは思わず追いラー油、追い山椒不可避。さらに味変で今度はつゆをかけていただいていこう。さらに味が一段進化した。つゆなしでも十分うまいが、だしの旨味がさらに加わり、極めつけはこのほんのりとした酸味。こいつが加わるとより清涼感が増し味がまとまる。夏は麺ばかり食ってタンパク質が不足しがちだが、この料理なら無理なくタンパク質も摂取できる。アレンジも自在だ。そぼろの味付けの際、みりんと砂糖を甜麺醤にし、山椒はホアジャオ、ネギをパクチーにし、黒酢で酸味を効かせれば中華風にもたやすくアレンジ可能。ともかくこいつは傑作だ。この夏おすすめの麺料理。ぜひ一度、いや何度でも試してみてほしい。ごちそうさまでした。